数理的なモデルを使った研究やったり医療応用というところにすごく興味があって、僕らが何か想像するっていう時の活動と何かを見ている時の活動って結構共通する部分があるんですね。私は脳神経外科医で転換の治療を専門としています。研究としてはその転換の患者さんで頭の中に入れた電極ですね、それを使った侵襲型 BMI というものの研究をしています。最近ですと脳の表面に置いた電極を使ってこうやって何を喋ろうとしているか、その喋っている言葉をですね直接脳波から推定して文章として出力したり、もしくはアバターに喋ってもらったりっていうことができるようになってきています。これは運動野と呼ばれる脳の体を動かす場所の信号を使って文章を出せるってことが分かってきていまして、ただ我々はさらにその運動以外の例えば何か画像を想像したりですね、頭の中で思い描いたことを直接文章にしたり映像にしたりして出力する、そういった技術を作りたいというふうに思ってやっています。そこから読み取れると本当に運動やも障害されているような方にも使えるような BMI ができるというふうに思っています。画像識別の AI ってたくさんあると思うんですね。画像を入力すると、これは人の顔ですとか出力する。これと非常に似たような構造で、逆に言うと脳を真似て AI が作られたんですけども、似たような原理で、その視覚的な刺激が、物の識別になっているというふうに考えられています。例えば何かいろんなものを人に見せてですね、その時の脳信号を、AI で学習させて、でそうするとこういうものを見るとこういう活動が出るっていうのが分かってくるんですけど、それをもとにこういうものを想像したらこういう活動が出るだろうっていうことが予測できるようになって、そうすると何か人が想像したことを推定できるということになります。でだんだんこの IOB の中での研究でこういう活動を使うとその想像した内容をその推定しやすいっていうのが分かってきたという段階です。今はその工事の方ですね、その何か意味的なこととかですね、そういったところを使うとより推定しやすいってことが分かってきています。例えば人の顔を出してくださいって言った時にバシッと画面に人の顔を出せるとかですね、それが何%で出せますか、その精度がすごく上がってきたという感じですね。想像したことで画像が目の前には出てきますので、これって普段の想像とまた別なんですね。普段とはちょっとありえない状況で、これに対してどれだけうまく画像をコントロールできるかっていうのはまた一つ新しい能力とも言えまして、そこと想像できるできないっていう能力との関係っていうのはまだよくわからないところになります。人間にとってはそういう新しいその出力形態だったりするわけなので、それが世の中にできると、その人の新しい可能性みたいなのが見えてくるようで、新しい世界が広がったように感じますね。意思を伝える選択肢があるってことがすごく医療としては重要で、それがあるってことだけで不安がなくなったりですね、逆に選択肢を広げたりっていうこともありますので、そこは大事かなと思っています。それに対して何を選択するかっていうのは実際に患者さんだったり社会だったりっていうところになりますので、こういう選択肢を今は作れる状況ですっていうのをどんどん発信していくっていうのが重要かなと思っています。